今回は Google ドライブ内のファイルを一緒に編集したり、指定した人だけにファイルを見せたりする共有機能について説明します。こちらが今回の目次です。前提。Google ドライブはネット上のデータの保管場所で、この中に様々なデータを保管しておくことができます。中のデータは基本的には自分しか見ることができません。しかし URL を教えて共有設定すると、限られた人だけに自分のファイルを見せたり、リアルタイムで一緒に編集をすることなどが可能になります。共有機能はフォルダーにつけたり、ファイルにつけたりすることができるため、いくつかのバリエーションが出てくるので、先に整理します。こちらの図のグレーになっているところは、相手から見えていない、共有されていない部分です。ファイルを共有すると、相手からアクセスできるようになります。フォルダーも共有することによって、中のデータがすべて共有できます。その中で共有したくないデータがあった場合、共有を解除することによって、部分的に相手から見えなくすることも可能です。つまり、それぞれ自由に共有と共有解除ができます。ちなみに共有されていない場合、基本的に存在を知ることもできませんし、たとえ URL を知っていても、このような画面になり、相手からアクセスすることはできません。共有の始め方。それでは、やり方の説明です。ファイルの場合は、編集中のこの画面の右上に共有というボタンがあります。ドライブの画面上だと、フォルダーやファイルの上で右クリックすると、このようなメニューが出てくるので、共有から共有を選ぶと、ポップアップが出ますので、こちらの青い枠の中に共有したい相手のメールアドレスを入力します。知っている相手であれば、テキストボックスをクリックしただけで連絡先の選択肢が出てきます。共有したい人を全員分設定できたら、右側の編集者と書いてあるボタンをクリックして権限を選択します。権限について。権限とは共有された相手が何ができるかを設定するもので、ざっくり言うと見ることや編集することを許可します。閲覧者は編集はできないが、ファイルなどを見ることはできる権限で、その下は閲覧者だがコメントはできる権限。編集者は閲覧も編集も可能になる権限です。さらに詳細な権限を設定したい場合は、右上の歯車マークからチェックボックスで設定してください。共有の通知。共有相手と権限が決まったら、共有したこととアクセス先の URL を相手にメールする際のメッセージの編集をしていきます。もし相手に通知する必要がなければ、ここのチェックを外してください。ただし、通知をしない場合、相手はアクセス先がわからないので、左下の鎖マークから URL をコピーして教えてあげてください。設定が完了したら、右下の青いボタンで共有を確定してください。通知を選択していた場合、相手にこのようなメールが届きます。共有された人は、こちらの開くをクリックするとアクセスできます。共有状況の確認、編集。共有できたフォルダーの場合、アイコンが一付きのものに変化し、ファイルの場合、名前の右側に人のマークがつきます。共有の詳細状況は、先ほどの共有設定のポップアップから確認できます。後から権限の変更や権限の削除、共有停止などがしたい場合は、こちらからできます。アクセス権を削除を選択すると、相手がアクセスできなくなります。誰にでも公開。もし誰でもアクセスできる状態にしたければ、先ほどのポップアップで、一般的なアクセスの下の制限付きをクリックしてください。するとこのようなメニューが出てくるので、リンクを知っている全員を選択し、完了を押すと、すべての人がアクセスできるようになります。いかがでしたでしょうか？基本的なことですが、セキュリティ的にも非常に大切なことなので動画にしてみました。皆様のお役に立てれば幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございます。